い、皆さん、こんにちは。今日は、先々週、ポッドキャストにアップロードしたエピソードを YouTube にもアップロードしたいと思います。今日の内容は、去年私が人生に迷った話と、私からのメッセージです。もしこの動画が誰かの心に響いたら嬉しいです。毎週月曜日にポッドキャストを更新しているので、もしもっと日本語のリスニングを練習したいという人がいたら、ぜひぜひ私のポッドキャストを聞いてみてください。日本人同士の会話をシェアしたり、日本語で便利な言葉を紹介したりしています。あとはこういうふうに日本語で人生についてとかいろんなことについて話すエピソードもアップロードしているので、もし興味があったら聞いてみてください。はい、じゃあ、今日のトピックに入りたいと思います。今日のトピックはちょっと重いです。重いはヘビーですね。ちょっとヘビーです。はい。だから、ちょっと今日重い話を聞きたくないという人は、聞かないでください。はい。でも、重い話っていうか、今日はちょっと人生に迷ったことについて話すので、人生に今迷ってる人とか、これからどうしようって悩んでる人に聞いてもらえたら嬉しいです。実は私は去年人生にすごく迷いました。人生に迷うっていうのは、どうすればいいかわからなくなるっていうことですね。道を見失いました。英語で言うと to be lost in life とか to feel lost in life という意味ですね。人生に迷いました。私のインスタを見てくれてる人はちょっと感じたかもしれないんですけど、私のインスタストーリーにたくさん迷ってることとか書いたので、もしかしたらインスタのストーリーを見た人はちょっと感じたかもしれないんですけど、去年人生に迷ってすごくいろんなことに悩みました。で、周りの人の話を聞くと、一人じゃないなって感じたんですよ。みんな悩むことはあるし、迷うこともあると思います。で、今日は、もし今、人生に迷ってる人がいたら、その人に、一人じゃないよっていうことを伝えたくて、このエピソードを作っています。今、情報社会ですよね。情報社会っていうのは、インフォメーションソサエティっていうのかな。情報がたくさんある社会なので、いろんな人の生活が見れるし、いろんな人の情報が入ってきますよね。特に SNS っていうのは、ソーシャルメディアのことなんですけど、インスタグラムとか、フェイスブックとかで、周りの人の人生だけじゃなくて、世界中の人の人生とか生き方が見られるので、みんな人生でうまくいってるのに、自分だけ悩んでるとか、自分だけ迷ってるって思ってしまうと思うんですけど、絶対みんな誰しも迷うことはあると思います。はい。私もミクの YouTube 見てるけど、ミクはいつも元気だねって言ってくれる人が多いんですけど、もちろん私も人間なので、どうしよう、これからどうしようって思うこととか、大丈夫かなとか思いますよ。で、今日これを聞いてくれてる人の中にも人生に迷ってる人がいるかもしれないので、その人たちに私から伝えたいことがあります。正直このエピソードを撮る前にこんなことをポッドキャストで話さない方がいいかなって思ったんですけど、私も去年迷ってる時にいろんな人のポッドキャストを聞いたり、いろんな人の話を聞いて、すごく心が楽になったので、このエピソードを聞いて一人でもちょっと気持ちが楽になったと思ってもらえたら本当に嬉しいです。まず伝えたいのは、迷ってもいいということです。私たちは人生に迷ったり、どうすればいいかわからない時、その迷ってることをネガティブだと思ってしまうんですけど、迷うってことは何か新しいことを見つけるチャンスがあるってことだと思います。何か新しいこと、新しい道、新しい生き方、新しいプロジェクト、
何か新しいことを見つけるチャンスでもあると思うんですね。特に迷ってる時って自分のことを深く知るチャンスだと思います。自分は何が本当にしたいのかとか、自分はこれからどういうふうに生きていきたいのかとか、自分が大切にしていることは何かとか、自分と向き合って自分のことをよく知るチャンスだと思います。私も去年人生に迷ったおかげでいろんなことを考えさせられました。考えさせられましたっていうのは、life made me think a lot about myself, about my life, what I wanna do. 人生に迷ってる時って曲がりくねった道を歩いてる感じですよね。曲がりくねった道っていうのはまっすぐじゃなくて曲がってる道、どこに行くかわからないような道を歩いてる気持ちになると思うんですけど、その曲がりくねってる道を歩くことにもすごく価値があるんじゃないかなと私は思います。っていうのは、もし道がまっすぐの道だったら、そのゴールとか行きたいところにたどり着くのは早いですよね。そのゴールが分かってたら、まっすぐ道を歩けばいいだけですから、簡単ですよね。でも、曲がりくねった道を歩くこのプロセス、この過程の中で学ぶこととか気づくことがあると思います。っていうのは、例えばもう全部が簡単で全部が分かってて、全部が明らかだったら迷う必要はないですよね。でも、全部分かっていたら学ぶことも少ないと思うんですよ。これは私の意見なので、みんながそう思うかどうかはわからないんですけど、迷ってるその過程にも学ぶこととか、気づくことがあって、で、そういうことって、もし迷ってなかったら気づけなかったことだと思うんですよ。私も去年人生に迷ってる時に、とにかく早く答えを見つけたいと思ったし、こんなに人生に迷いたくないって思ったんですけど、迷ったおかげでいろんなことに気づくことができたんですね。例えば、自分がこれからどういうことをしていきたいかとか、自分にとって何が一番大切かとか、自分が本当にしたいことは何かとかに気づくことができました。だからもし今これを聞いてくれてる人の中で、自分はどうしたらいいかわからないとか、人生に迷っていて、すごく気分が落ち込んでいるっていう人がいたら、それも全部自分の人生の中で必要なことだってことを伝えたいです。これはね、捉え方にもよるし、考え方にもよると思うんですけど、私は去年迷ってた時にすごく苦しかったし、何もやる気がなかったんですね。朝起きて、どうしよう、全然やる気が出ないし、何もしたくないっていう日が続いたんですけど、その時に自分を責めるのをやめて、自分を責めるっていうのは to blame myself っていう意味なんですけど、自分を責めるんじゃなくて、しっかり休みました。まずしっかり休んで自分と向き合いました。で、それって迷ってたからできたことだと思います。全部が順調で、全部がうまくいってる時って、そういうことを考えたり、自分と向き合ったりする時間を作らないと思います。作ってる人もいると思うんですけど、なかなかみんな忙しいので、全部うまくいってたら、一度立ち止まることはあまりないと思います。でも、そういう迷った時こそ、いろんなことに気づくチャンスだと思うんですね。私も本当に去年迷ったおかげで気づけたこととか学べたことがたくさんあります。で、今年の4月に、桜から学んだことについてのエピソードをアップロードしたんですけど、皆さん聞いてくれましたか？で、そのエピソードで話したことも、その迷ってた時に感じたことです。
去年人生に迷ってたおかげで、今年4月に桜を見たときに、人生って本当に短くって、いつ死ぬかわからないから、自分にとって大切なことをもっと大切にしようって思ったり、自分が本当にしたいこと、心からしたいことをしようって思ったりしました。あとは人それぞれ自分の道があって、別に他の人と同じように生きなくてもいいし、他の人と同じタイミングで何かをしなくてもいいっていうことにも気づけました。私が去年迷ってた時に思ったのは、人生にも季節があるってことです。季節っていうのはシーズンですね。春、夏、秋、冬。日本にもこの4つの季節があるんですけど、人生にもこの季節があるんじゃないかなと思いました。っていうのは、春は花が咲く季節ですよね。植物が育つ季節ですよね。で、夏は、夏も植物はキラキラしていて、活発なイメージがありますよね。アクティブなイメージがあります。で、秋になると、だんだん色が変わりますよね。葉っぱの色も変わるし、花も、枯れて落ちていきますね。で、冬になると、葉っぱも全部落ちて、花びらも一旦枯れて落ちる植物もありますよね。で、この人生に迷ってる時って冬だと思うんですよ。次の春が来る前に準備するための期間だと思います。だから決して止まってるわけでもなくって、決してその時間が無駄なわけでもないと思います。それはただのサイクルで、冬だから悪いってことじゃないですよね。ただ冬。ただ冬なだけですね。で、その冬の期間だからこそできることがあると思います。例えば、そうやって自分と向き合ったり、いろんな本を読んで、いろんな人の考え方に触れたり、できますよね。だから、もしこのポッドキャストを今聞いてくれてる人の中で、自分は人生に迷ってて、答えが出なくてすごく苦しいっていう人がいたら、まずは一人じゃないよっていうことを伝えたいです。すごく綺麗事に聞こえるかもしれないんですけど、時々自分一人じゃ気づけないこともあると思うし、他の人も人生に迷うことがあるって聞くだけですごく楽になることもあると思います。はい。だから、今迷ってる人がいたら、私もすごく去年迷ってたけど、そのおかげでいろんなことに気づけて、そのおかげで今また自分がしたいことが少しずつ分かってきたので、去年、その悩んでたこととか迷ってたことが今につながってるなと思います。はい、ちょっと長くなってしまったんですけど、最後に、去年私が人生に迷ってた時に、すごく心に響いた言葉を紹介します。これはね、私は英語で聞いたんですけど、It goes like this. Life doesn't always give you what you want, but it always gives you what you need. 英語から日本語に翻訳すると、人生はいつも自分が欲しいものを与えてくれるとは限らないけど、いつも必要なものを与えてくれる。で、これを信じるか信じないかはその人次第だと思うんですけど、私はこの言葉を聞いて、すごく勇気をもらいました。いつも自分が欲しいものが手に入るとは限らないですよね。もっと欲しいと思えば思うほど苦しくなることもあります。でも、今目の前にあること、今自分が与えられていることっていうのは必ず何かにつながると私は信じています。これを信じられなくなることもあると思うんですけど、結構人生の中で振り返った時に、あの苦しい時があったから今の自分があるんだなって思えることがよくあるので、私はそれを信じています。はい。ということで、今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。ちょっと今日の内容は難しかったかもしれないんですけど、もしこの
エピソードが誰かの心に響いたらすごく嬉しいです。去年私もすごく苦しかったし、自分がこれからどうしたらいいかわからなかったんですけど、今は自分がやりたいことが少しずつ見えてきて、気持ちが楽になりました。はい。だから大丈夫です。すべてのことには終わりが来るし、どんなことでも永遠に続くことはないですよね。永遠っていうのは、eternally かな？どんなことでも終わりが来ると思います。私たちの人生もそうだし、そのいい状況も悪い状況も必ず終わりが来ます。いいも悪いもないんですけど、人生の中で楽しいこととか嬉しいこともあれば、辛いこととか悩むこともあると思いますが、そこから学べることがきっとあると信じています。はい。ということで、ちょっと今日はね、重いエピソードになってしまったんですけど、聞いてくれてありがとうございました。もし私のポッドキャストが聞きたいと思った人は、下にポッドキャストのリンクが貼ってあるので、よかったら他のエピソードも聞いてみてください。はい。じゃあまた次のエピソードで会いましょう。聞いてくれてありがとう。バイバイ。